今回はロータリーエンジンのバイクに乗ってきました。なかなか現車を見る機会もない RE5 ですが、エンジンはねロータリーエンジンということで、バイク自体もかなり希少なんですけども、これがですね今回この植松さんで整備されたロータリーエンジンのバイクを乗ると。まずねロータリーエンジンということで、かなりねこう気負っちゃうっていうか、普段乗っているピストンが上下するねレシプロのエンジンとは違います。この三角のおむすびみたいのが眉型のハウジングっていう中で、こういう風にエキセントリックに回っていくっていうね、その中で、吸気と圧縮燃焼で排気って工程をこなしているんですけども、ちょっとエンジン的にも特殊なんですね。フィーリングも単純に比較して良いのかどうなのかっていうところもあるんですけど、率直な感想で言うと2ストっぽい4ストみたいな感じかな。エンジンフィーリングっていうか吹き上がりみたいのは2ストに近いですね。煙はねもちろん出ません。2ストじゃないですから出ませんけど、吹き上がりの感じとかアクセル回した時にエンジンのこの応答性みたいなレスポンスっていうところはちょっと2ストっぽいな。でもこう2ストみたいな2段階ロケット加速みたいなのがなくて、シャーってこうリニアに吹き上がっていくって感じ。逆に4ストなんですけど、いわゆるこうトルク変動みたいな、ピストンがこう動いててクランクがあって、カウンターウェイトはウェブって言いますけどがついてるエンジンってこうグワン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 ってこういうリズム感みたいのがあるんですけど、それが全くないですね。これスル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 ってこうして回ってる感じなので、そういう偶発的に起こる二次的に起こる重さ、そういうモーメントみたいのはあんまり感じられなかったですね。ということは、いかにこのロータリーエンジンっていうものがスムーズに回るエンジンとして理にかなったメカニズムであるのかっていうところの象徴的なフィーリングじゃないかなって思います。乗車姿勢からじゃあ行こうかなと思うんですけど、見ての通りハンドルが結構高いですね。ホースバックライドスタイルっていうんですか、完全にそれです。こういう感じで、割とシートで言ったらリア寄りに乗るとハンドリングがナチュラルになる傾向でした。前に乗っちゃうとちょっとね操舵が重いかなっていうところがありましたね。で後ろすぎてもやっぱり暴れる感じだったので、ちょうどこのベルトのところにお尻が当たるというか、ベルトあるなって感じるぐらいの位置がちょうど操縦性がナチュラルになって乗りやすく感じられましたね。でハンドリングについてはキレがいいとか逆に安定志向が強いってわけでもないんですけど、どっちかっていうと若干安定志向に寄ってるかなっていう感じです。それがこう重たいって感じじゃなくて、しっとり安心して体重任せられるなっていうような安定感。だいたいこっち行こうかなあっち行こうかなっていう狙った方向にはきっちり進みます。これはいい方向の安定感が出てるなっていう感じですね。次にブレーキなんですけど、前にキャリパーがついているブレーキシステムですね。で後ろはドラムっていう組み合わせです。リアなんですけど、結構大きいドラムがついている割にコントロール性がすごく良かった。踏んだ分だけしっかり効くドラムっていうイメージです。でやっぱりちょっと強めにかけるとドラムの特性で食い込んでいくんですけど、そこに至るまでのコントロール領域がちょっと多いかなっていうか、そういう感じしました。こっちフロントブレーキの方はやっぱり前側についてるやつって、自分で食い込み作用みたいなのがないのでずっと引きずられていっちゃいますから、握った分だけ効くっていういつものやつです。これで利きについては全く問題ないです。ごくごく当たり前のように握った分だけ効きますから、一般的な道路で乗る分には全く不足はないという感じでした。次にルックスの話しようかなと思うんですけど、 RE5 っていうとここに象徴的なというか茶筒のメーターがついてるじゃんっていうのがね、大体の方のイメージする RE5 だと思うんですよね。ここが茶筒、テールランプも茶筒みたいなっていう。でもこれねメーター GT750 じゃないかっていうような三眼式ね、3メーターですね。スピード、タコメーターで水温計が真ん中の上にあるんですけど、で後ろはこれもなんか GT750 じゃないのかっていうねテールランプがついてます。なのでパッと見ね、この前側のバンパーもしかりで、この大きなラジエーターまで見ると、前からちょっと見た時にあれこれ G7 だよね、G7 みたいな、ちょっとそういうふうに思っちゃうかもしれない。でもそれが横に来た時に、うわなんだこのエンジンというふうになると思います。
なかなかこうねメカ好きにはたまらない貴重なオートバイなんですけど、僕実は、四輪の方はロータリーエンジンの車を乗ってた時期があります。 RX8 っていうマツダのねロータリーがおむすびが2個入ってるロータリーエンジンの車なんで、吹き上がりとかはそれと比較してちょっと見てたんですけど、一緒ですね。車のロータリーエンジンと一緒で、やっぱりロータリーエンジンっていわゆるフォーストの中でもかなり俊敏に回る。上の方で、高回転の方でレブリミッターかけないとどこまでも回っていってしまうんですね。ロータリーエンジンって1万回転も超えようとしちゃうんで、なので、そこら辺の味付けっていうのがねこう点火時期のところでうまくやってあるなっていうのをちょっと感じましたね。その他にはですね、やっぱりこのなんていうのかな、ロータリー独特のフィーリングかもしれないですけど、アイドリング時にはこうパラッ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 パラっていうね音がするんですよ。でもねやっぱりこうよく整備されてるなと思ったのは、もう古いオートバイです。古いバイクでしかもロータリー低速が不安定なのにこのパラッパラしながらずっとねもう普通にアイドリングしてるんですよ。信号待ちとかでも別にアクセル煽んなくても大丈夫、このまままたがったまんまパラッパラッパラッパラっていうね言ってますから、相当これねよく整備されてるエンジンだなって思いました。そしてこのオートバイね本当に今回ねもう感謝しかないんですけどね、貴重な体験させていただきましたってところで、この後ですね、都内の方にユーザーの方にねこれ納車されるそうです。なので、都内のユーザーさんがね、カンパチとか、ね、そういうところを走ってる姿をもしかしたら見れるかもしれません。その時はあの時の RE5 だっていうねちょっとニヤッとしていただければ良いかなと思います。そんなねお話をしてしまうとですよ、俺も私もこの RE5 乗りたいな欲しいなって思うかもしれません。なんですがやはりちょっとね特殊なオートバイ、あと台数が少ないっていうところでお客様にこう収めるまでにちょっと時間が欲しいわけです。整備の時間がね、これたまたま仕上がって収める前だったので乗れましたけど、本来こんなにすんなり乗れないですからね。なので、時間とそれからお金に余裕のある方、例えば納車までどんぐらいですか、1年です2年ですっていうのが待てる人、例えばですけどそのぐらいこう時間に余裕がある方、あと、補修部品とかがねやっぱり豊富にないかなりレアなバイクなので、その部品調達までの時間もかかったりとかいろいろ大変な面があるわけです。整備するにあたってもそういった部品供給の面で時間ちょっと食っちゃったりとかするので、そういった意味で、お金とそれから時間に余裕のある方にお求めいただきたいんですが、そこも要相談っていうところでね、じゃあお金と時間があれば誰でも買えるのかってそういうことでもないっていうね、やっぱりこの取り扱いとかねっていう部分で言うとちょっとスペシャルなっていうかプレミアムなところがあるので、本当に欲しいなって思った方はまずはね、植松の方までご連絡いただければと思います。